こんにちは。シア畑菜園アドバイザーのトネです。今日は2023年のトウモロコシ栽培の関連ガイドをしていきます。まだ冬の真っ最中ですが、家庭菜園で栽培している方はぜひトウモロコシ栽培について準備を考えてみてください。トウモロコシの栽培は2、3月頃に防寒して早巻きすることで害虫被害を減らして収穫することができます。今回は2023年のトウモロコシ栽培について注意点を紹介していきます。最後に質問にも回答していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは栽培のスケジュールについてお話をさせていただきます。トウモロコシは1月から準備を始めます。2から3月に種まきの実施をしていきます。関東では早巻きをすることによって収穫が6月にできると思います。この早巻きのポイントは青の芽が多発する7月前に収穫ができるということです。青の芽は7月頃から産卵が盛んになるので、それ以降の受粉タイミングになると被害が非常に大きくなってきます。青の芽の卵をですね、オス花の方によくされてですね、それがですねだんだんですね受粉してからですねメス花のですね穂の方に落ちてくるんですね。それでトウモロコシの実を食べられるということになってきますんで、ぜひですねその被害を防いでいきたいと思います。それでは早巻きのトウモロコシおすすめの品種をご紹介していきます。おすすめ品種はゴールドダッシュ88になります。ゴールドダッシュ88はですねボリュームがあるということでねおすすめしたいと思います。またですね株張りもしっかりしてですね割合根がよく出てるもんで倒れにくいということもありますんでね、また味も良いんで非常にまた作りやすいということでねおすすめの品種かと思います。続いてこちらのピーター610になります。この品種はですね非常にね栽培期間も長くてですね作りやすいということでお勧めしたいと思います。この大きさもですね1つだいたい 400g 前後になるんじゃないかと思いますんで、これもね比較的ボリュームがあるんじゃないかと思います。はい、最後はこちらになります。ハニーバンタムですね。ハニーバンタムはですね非常にですね作りやすくですね、また一粒一粒がですねしっかり硬い実になります。ですからね焼きトウモロコシ等にね非常に美味しいトウモロコシです。甘いトウモロコシというのはハニーバンタムという印象が強いんじゃないでしょうか。ぜひこのねハニーバンタムを作ってみていただきたいと思います。はい、それではですねトウモロコシの1月の栽培準備をしていきたいと思います。トウモロコシはですね、非常にですね肥料がたくさんいる作物になりますんでですねしっかりとですね肥料を入れておいていただきたいと思います。特にですね窒素は豊富に入れていただいた方が良いかと思いますんでね、その辺も気をつけて肥料を入れていただきたいと思います。肥料ですが約1平米あたりですね牛糞をだいたい3リットル、鶏糞は 150cc、 油かすが 100cc とそういったぐらいにですね肥料をね他の作物に比べて多く入れるということをね覚えておいていただければと思います。では実際にやってみます。この中にですね牛糞3リットル、鶏糞 150cc、 油かす 100cc というふうに準備してますんで、これをねしっかりと混ぜてですねそれを入れていきます。ここにね畝を作ってますんでね畝全体にですねまんべんなく肥料をまいていきたいと思います。端から端までね、今はね仮に畝の幅を決めてますけども、これをまたクワでですねしっかりと耕していきますんで、このようにたくさんですね巻いていきたいと思います。これをですねクワで耕していきたいと思います。はい、このようにですね肥料がですね15センチから20センチが入るようにですねしっかりと耕していきます。このようにですね土がですねクワの先にたくさんついてきます。それとですねなかなかクワがうまく土の中に入っていきませんので、時々ですねこういうふうにしてですね土を落としてあげるとね、こういうふうに裏もですね表もですね
しっかりとこうやってそうすることによってですね、土を耕すとき楽になりますんでね、こういったことも気をつけると一つの作業がやりやすいかと思いますんで、気をつけていただければと思います。今ですね、反対側から耕してきたやつもう一度こちらから耕していきたいと思います。こういうふうにですね、土をねしっかりと中に突っ込んでいきたいと思います。肥料ですね。はい、このようにしっかりと耕しますんで、これをまた平らにして畝を作っていきたいと思います。もしですね、野菜等の段差があればですね、深いところにですねそれを突っ込んでおくとですね、より良いかと思いますんでね、そういったことも作業に中に入れていきたいと思います。その入れる深さもですね、今ね肥料を入れた牛糞鶏糞油かすがね20センチぐらいですけども、しっかりと50センチ近くにね深くそういった段差は入れておくと良いかと思うんでね、ぜひそういった作業もね組めてやっていただければと思います。それでは畝をしっかり作ってですね、マルチを張っていきたいと思います。このようにですね、ある程度平らにしますとね、もう周りもしっかりと柔らかくしてますんで、奈良脂肪でですね畝をしっかり作っていきたいと思います。はい、それではマルチを張っていきます。この青い線がね入っている方がね、だいたい畝のセンターに来るように張っていけば良いかと思いますんでね。はい、しっかりとね張るようにしましょう。こういうふうにですね、この角をねしっかりと固めていくと割合楽に張れますんでね、こういうような形でですねしっかりと角を決めていきたいと思います。はい、このようにしてですね、しっかりと足で、はい、こういうふうに留めていきます。ご覧のようにですね、マルチがしっかりと張れました。この状態でですね、2月ないし3月頃までですね肥料入ってますんで、ね、よく寝かしてですね置いておけば地温もまた上がってきますんでね、肥料もしっかりと馴染んできますんで、しばらくの間ですね種まきまで待っていただければと思います。それではですね、その後の流れについてご紹介していきたいと思います。いよいよですね2月3月にはですね種まきの時期になりますが、まだまだ寒い日もありますんでですね、まだ地温が上がってない場合はですね、育苗してからですね、苗を定植するという形にしていけば良いかと思います。実際にですねどういうふうに種まきをするか、ポットでまく、またはねセルトレーでまくとかいろいろあります、巻き方ですね。セルトレーで巻く場合はですね、非常にこう小さい枠の中で巻きますんでね、1つのセルトレーにですね、2個ずつ種をまきます。またはですね、こういうちょっと大きなポットにはですね、3粒ずつ巻いてですね、最終的には1個にしてからね定植をしていけば良いかと思うんでね、そのようにしていただければと思います。また定植なんかする場合はね、ポットの下からちょっと根が出るくらいがね一番良いかと思います。っていうのはですね、トウモロコシはですね、収穫までの時間ね、どのぐらいかかるかということは、種まきから何日目でだいたい穂が出てですね、収穫はいつというふうに決まってきますんでね、その辺はですねしっかりとですね種まきした日にちを覚えておけばですね、いつ頃収穫できるということが分かりますんで、だいたいですねトウモロコシの場合はですね80日前後からですね90日前後でね収穫できるというのが非常に多いと思います。直まきの場合ですね3本とかこう一括に種まいてますんでね、これ1本立ちにしないとねいいと思うんですけどできませんので、間引きをしていきたいと思うんですが、まずは最初にですね3本あればですね2本にして1本にするという方法、これが一番ねベストかと思いますんで、っていうのはですね何かの拍子でですね1本枯れたりですね、虫にやられたということありますから、是非ですね10センチ前後の時にですねまず最初にですね1本をですね根元からカットする方がいいと思います。引っこ抜くよりですね、そういう形で本当の根元からカットしてください。でないとまた芽が出てくることありますからね、1回目の間引きから1週間前後でですね、間引きを次すればいいかと思うんで、
ぜひですねその時にね間引きして小さい方をカットしていけばよいかと思うんで、そういう形でぜひ育ててください。その頃になるとですねまた追肥も必要になってきますんでね、ぜひ追肥もやっていただきたいと思います。今回ねご紹介しているトウモロコシをまく時期ですね、2月から3月ということで、約90日前後で収穫できますんでね、泡の芽芽のね被害もですね7月前ですからないと思いますんでね、雄花の方ですね、これもですねカットしなくてもね、大丈夫かと思います。この話はですね関東中心に話をしてますんでね、暖かい地方にねそういう栽培している方はね泡の芽芽等の被害もまた考えられますんでね、その地方に合わせてですね雄花のカットはしていただければと思いますんで、よろしくお願いします。それでは質問コーナーです。こちらのトウモロコシ管理4選の動画にコメントをいただきました。間引きをなぜ2回に分けるのでしょうか。3本植えて一番元気な苗を1本だけ残すのではダメなんですか、というコメントをいただきました。先ほどもちょっとお話をしたんですが、トウモロコシですね3本植えてですねいきなり1本にしますとね、何か被害があった時にですね困りますんで、まずはですね1本間引きをしてですね2本にして、またそこからですねもう1本間引きをするという方がですね、やはり栽培するにあたってですねより安全な方法をとっていった方が良いのではないかと思いますんでね、ぜひそういうふうにしていただければと思います。これは直巻きの場合でそういうことをやりますが、育苗の場合はねしっかりとした苗を定植していきますんで、それぞれね1本ずつ定植をしていきます。万が一ですね、そこで何か被害に遭った場合はですねまだ定植の残りがあると思いますんでね、それをまた植え直していただくという方法を取れば良いかと思いますんでね、ぜひそういった方法でですね管理をしていただければ良いかと思います。今日は2023年のトウモロコシ栽培の関連ガイドをご紹介しました。この動画が面白かったと思う方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。